特急日本海物語。今回は特急日本海誕生当時の話を中心に進めてまいります。43等と呼ばれたダイヤ改正で、この寝台特急日本海は誕生します。20系客車が投入されたことはもとより、運転時間が大幅に短縮され、一部非電化区間や単線区間もあったとはいえ、約16時間で大阪と青森を結ぶこととなりました。運転開始当初は固定線が開通しておりませんので、大阪から米原間は EF58、米原から田村間は DD50 が牽引していました。写真の方はですね、米原経由時代の特急日本海をね、大阪駅で撮影した写真なんですけれども、もう私が中学校の時に撮った写真なんでね、もう正直お恥ずかしい写真がありますけども、当時の記録としてね、見ていただければ幸いです。こちらに挙げさせていただいた時刻ですね。これが43年9月のダイヤ改正前と43年10月のダイヤ改正後のですね、時刻の比較ということでアップさせてもらってます。で、急行日本海っていうのはね、それは特急日本海に変わるわけですけども、変わったというか、名前だけがね、移っただけで、列車のダイヤ自体はですね、急行北国で名前変わったっていうことだけでね、方に、近いイメージかなということですよね。ここ見ていただくとわかるんですけども、当時は新大阪をね、すべての列車、この時間帯でしたらね、通過しているというのと、あとは急行日本海と特急日本海の一番大きな違いですね。これ実は新潟を経由するか経由していないかというところなんですね。で、特急日本海の場合は、あくまでも青森との連絡っていうかね、北海道連絡っていうのを最優先に掲げてますので、深夜帯の新潟にですね、わざわざ寄らないと。で、ニーズによるけども、新潟に寄らないということで、少しでもね、スピードアップを図るというふうになっています。そういうところを見ていただくとわかるんですけども、金沢あたりまでね、むしろ富山ぐらいまでがですね、十分北海道渡るときのね、列車として使える時間帯ですよね、0時半前なんでね。そういうふうに対青森っていうの、対北海道っていうのをすごく意識したね、もしくはもちろん対東北、青森とか秋田を意識したっていうのももちろんあるんですけども、そういうふうに急行北国と比べるとですね、非常に使いやすいダイヤっていうのかな、になっているというふうに見ていただけるかと思います。当初はね、米原経由で運転ということで、これどういうことかなって言いますとですね、20系で運転を開始したね、当時、寝台特急の方はね、東電ですけども、固接線が開業していませんでしたので、米原経由でね、運転されてました。で、県一貫車がですね、バラエティに飛んでたんですね、当時ね。関西圏だけとってもですね、EF58、0050、EF70 といったようにね、3回も変わるわけで、私も中学生になってですね、少しだけ遠征ということでね、大阪駅に到着する EF58 の日本海とかですね、こういうのを撮影しに行ったっていう記憶があります。この2枚の写真ですね、その当時の写真ですんで、もうかれこれ50年以上前のね、古い写真があるんですけども、50年だったへんか、45年ぐらい前か、非常に古い写真なんですけどね、ちょっと楽しんでいただければな、なんて思います。次にね、火災事故の占領権の日本海ということで、これどういうことかっていうとですね、実は43とダイヤ改正誕生した20系寝台特急日本海なんですけども、登場1年後の44年の12月にですね、北陸トンネル内でね、電源車の火災事故が発生しますということで、その当時のね、記録っていうのをちょっと私のサイトの方からね、引用させてもらいました。寝台特急日本海北陸トンネル列車火災事故ということでね、12月6日、6時20分、青森発大阪行き寝台特急日本海が北陸本線敦賀今城間の北陸トンネルを通過中に、最大無電源車から火災が発生。ね、機関車はとっさにトンネル内の停車危険だと判断し、当時の運転規則に逆らいトンネルを脱出して、停車してから消防署の協力を得て、消火作業を行いね、大広元の車両を消損だけで無事鎮火させました。このことは乗客の安全を守る、ね、起点のトンネル脱出として好意的に
報道されたんですけども、国鉄はそのトンネル脱出のね、判断を運転規則に違反しているということで、乗務員を処分するんですね。で、後に急行北国はですね、北陸線のね、北陸トンネルの中で、原則にのっとりですね、規則にのっとりですね、速やかに停車させたと。結果がですね、そのためにより多くの犠牲者を出してしまったというね、問題があるわけですけども、その後、事故後に行われたね、先ほど、何日か前にお話ししましたように、火災試験ですね、車両を燃やす、そういう試験なんかをしてですね、運転規則自体を訂正していると。でも処分された機関士とも、後日ね、その処分が撤回されています。湖西線開通で日本から湖西線経由にということでね、お話しさせていただこうと思うんですけども、相談20ケースを転機が訪れるのはね、昭和50年の3月の改正でした。皆さんご存知の通りね、山陽新幹線の博多開業ですね。で、湖西線はですね、その前年のね、昭和49年7月20日には開通してるんですけども、開通当初はですね、ダイヤ移行の関係とかもあってですね、ローカル列車のみの運転でね、昭和50年の改正で初めて、関西方面発着のね、北陸線の優等列車はですね、北国の通りで全て、湖西線経由となったんだよってことなんですね。でもだから前原を通過する特急というのは白鷺と、北国ね、こういう風な感じだったわけですね。他にも開発もあったんかな。で、さらにですね、寝台特急日本海に関しては、この改正でね、20系寝台から、実は14系寝台車に置き換えられるわけですね。で、この14系客車なんですけども、これ、例えば普通に考えたら、青森とかね、もしくは宮原と思うじゃないですか。実はこれ、九州の廃棄っていうところのね、配置の車両で、暁日本海っていうね、こういうグループで高級運輸を組んでたような、そんな感じなんですね。東電のことですけど、食堂車も連結が中止されてですね、ヘッドマークのケースも中止されるなどね、ちょっとブルートレインにとっては冬の時代っていうのをね、迎えることになりました。ちょっと写真と編成をね、見ていただこうと思います。こういう感じですね。暁3号、明星6号、ね、暁1号、いずれも下り列車基準って書いてるんですけど、この裏とですね、編成が共通化されていたんですね。で、ここで出てる左の図がですね、改正で誕生する、特急日本間定期列車のね、時刻です。で、20時15分に大阪を出発してですね、青森には11時45分と。で、急行北国の方はね、あんまり時代時間変わってなくてですね、22時10分、22時10分出発するんですけども、青森はね、17時11分ということでね、あんまりスピード上がっていない、変わっていないかなって感じですね。で、この他にですね、これとは別にですね、これ載ってないんですけども、宮原所属のですね、14系打席客車、季節列車なんですけども、これを日本海1号と名付けてですね、運転されていました。日本海1号電車指定でですね、12両編成なんですけども、大阪を17時10分に出発して、青森はね、翌日の8時41分ということで、津波市ですね、青函連絡船を直接連絡する船っていうのはね、なかったんですね。で、対北海道というよりも、対青森っていうかね、他秋田、そういう間のですね、列車というイメージが強いかなっていう気がします。それでもですね、末なくとも評判のね、あまりよろしくなかった簡易リクライニングシートなんで、それで十分にね、夜沸かした人ってどれぐらいおるかなってね、ちょっと個人的には興味を持ったりしてしまいます。最後までご覧いただきありがとうございました。次回は、排気区の配置という高級運用が中止され、三原客車区配置の24系25型に置き換えられた頃からのお話等をさせていただく予定にしております。